ご視聴いただきありがとうございます。どこにでもいるサラリーマンのあずぱんです。今回のテーマは腕時計欲求のメンタルについてです。今回は欲という側面で話をしたので、ドロドロした部分もあります。今まで6本の高級腕時計を購入してきましたが、YouTube を始める前の購入でした。購入までにどんな状況でどんなことを考えているのか、このシリーズで皆さんに公開したいと思います。高級腕時計購入までは少し時間がかかります。定期的に公開する予定なので、状況を共有していただける方はぜひチャンネル登録をお願いします。次の具体的な候補を選ぶ前に、高級腕時計を買う目的について考えています。これって時計購入でブレないために必要な整理だと思います。腕時計が欲しいって思える瞬間っていつですか？私の場合ですが、自分に余裕がある時にしか訪れません。サラリーマンの給与って衣食住だけでも厳しいですよね。最近は物価も上がり続けているので、食品も増えています。まだ影響は出ていませんが、住宅ローンを一部変動にしているので、今後の金利も心配しています。教育費用もかなり大きいです。少なくとも生理的欲求が満たされていないと、そもそも腕時計を買おうとは思いません。ところが、忙しい時に誘惑があるのは、持っている腕時計を売却して衣食住を満たすということです。持っている腕時計を売却してしばらく仕事を休んでしまいたくなります。でも、腕時計を購入する目的は生理的欲求を満たすためではないんですよね。腕時計が欲しいと思った時に、売却が目的になっていないかは考えるようにしています。とはいえ、腕時計を増やし続けるのも無理があるので、流動的に入れ替えるのは考えてもいいのではないかと考えています。購入候補に求める条件の一つとして、リセールバリューを考えておくことも大切ではあります。そう考えている理由の一つは、10年前と違って現金を持っていれば安心という時代ではないということです。高級腕時計がいい例ですが、毎年値上がりがあるということは、同じ現金を持っていても買えなくなる場合があるということです。ご視聴いただいている皆さんも感じていると思いますが、早く購入したい理由の一つが物価上昇だと思います。私が腕時計に興味を持ち始めた頃からこの状況が続いています。老後2000万円問題がありましたが、現金を持っていれば安全ではなくなったので、持ち家や車、腕時計などの資産は心理的な安全が満たされています。人生100年時代、心身の健康と経済的安定性を手に入れたいと思えば、高級腕時計は一役を担ってくれます。サラリーマンだと早く購入したいけど生活費が必要だからなかなかお金がたまらないという状況ではあります。加えて高級腕時計の資産性は分かっている人と分かっていない人がいます。また当然ですが変動するためリスクが伴います。このような状況で家族が高級時計の購入を快く受け入れてくれるようになる時代はもう少し先の未来だと思います。そんな中でも買いやすい高級腕時計はロレックスでしょうか？他の時計ブランドと比較しても認知度は高いです。ロレックスの購入制限モデルでも定価割れのモデルが増えてきたと聞きますが、1年後の定価と比べればまだお買い得かもしれません。金銭や資産の部分について話をしましたが、高級腕時計が欲しいと思える目的はそれ以外の場合がほとんどです。以前に動画で話をしましたが、最初に高級腕時計を購入したきっかけは仕事で必要になったことです。ブランドなどの指定はありませんでしたが、高級腕時計を着用したことで仕事仲間として受け入れられた実感が湧きました。多様性の時代となり、個性を生かせる時代になりましたが、私は社会的な欲求を満たすために高級腕時計を購入したと思います。職場や環境によって服装や髪型の場合もあるかと思います。自分がどのコミュニティに属したいかで求めるものも変化すると思います。私が携わっている金融業界では時計が重要なアイテムの一つになっていました。購入した最初の2本、グランドセイコーのクォーツとロレックスのデートジャストはこの欲求を満たすためだったと思います。現状、私はこの欲求が満たされているので、これを主な購入目的にすることはありません。一般的な外的欲求はデートジャストで満たされていました。それでもさらに欲しいと思ったのは内的欲求だったと思います。デートジャストはとてもいい時計です。私が持っている中でも一番使用頻度が高い時計です。ただ、特別な設定でない限り、
注目されたり褒められたりする部分が多いとは言えません。ロレックスなら制限モデルを購入することで周りの人からもさらに認められる部分があると想像していました。普通のサラリーマンで買えるわけがないと思いながらも、もし買えたら自分の自信につながるかもしれないとも思っていました。100万円の腕時計をサラリーマンが買うことって考えている以上に負担は大きいです。それでもその挑戦は楽しく、腕時計の世界に魅了されていきました。承認欲求を満たすだけだったらここまでハマらなかったと思います。腕時計自身に魅力があり、見ていて飽きず、着用している時に心が躍ります。エクスプローラー2やサブマリーナーを購入した時は承認欲求が目的だったかもしれません。自分に自信がついて仕事でも管理職として働く中で湧き上がってきたのが、自分がなりたい自分になっているかでした。何かが足りないというわけではなく、自分がさらに成長するためには何が必要かを考えていました。多分最初からこの心境になることはなかったと思います。手元にある4本の時計によって自己実現に向かっていったんだと思います。だからこそ欲しいと思った腕時計は人気で選んだわけではなく、自分が好きな見た目と欲しい機能を持っている時計でした。そこに資産性やリセールバリューの考え方はほとんど入っていません。結果的にスカイドエラーを購入することができました。面白いのは、スカイドエラーを最初に買っていたら全て満たされたかといえばそうではないということです。今も全ての時計を保有していることがその理由になると思うのですが、私はスカイドエラー1本では満たされないのだと思います。サラリーマンなので腕時計を現金化することを家族で話し合ったこともあります。どの時計を残すかいろいろシミュレーションをしましたが、現状一つも減らすことはできませんでした。さらに別の欲が出てきました。ロレックスの購入難易度が高いことは私も認識していました。でも私は順調に購入を進めることができました。もしかしたら私の経験を伝えることが購入のヒントになるのではないかということです。一方で最難関であるデイトナが購入できてない私の話を聞きたい人はいないのではないかという思いがありました。動画を配信するにあたり、デイトナ購入が私の一つの基準になっていました。自分の購入方法が最適とは思っていませんし、他にもいろんな方法があり、どの方法にも価値があると思います。もちろんデイトナを購入していなくても他のコレクションが買える方法にも価値はあります。ただ動画を作成するにあたってより多くの方が欲しいと思っているデイトナの購入経験がある配信者になりたいと思っていました。幸いにも私の購入方法に興味を持ってくれた方からリアクションをいただくことができました。今になって思えばデイトナ購入前から始めて開封動画を皆さんと共有した方が良かったかもしれません。ちなみに私自身もともとデイトナは欲しかったのですが、買えない時計という認識で敬遠していました。前置きがほとんどになりましたが、欲という部分で考えると私自身の腕時計欲はかなり満たされています。このままこの企画を進めると YouTube 動画を作成するために腕時計を購入することになってしまいます。私はどこにでもいるサラリーマンであり YouTuber ではありません。そうならないためにも今のコレクションを見直し、本当に欲しい条件を見直してみたいと思います。